怖くなかった。やばい。よかったです。次回もザ・ホワイトデンタルクリニック。もうほとんど終わってます。あ、本当ですか。朝聞かなかったらどうしようとか思ってたんですけど。まあ、ちょっと歯石取るだけでも痛いって感じる方はやっぱりいますので、一応痛み止めも今回入れさせていただいてます。ありがとうございます。そう、前回それ怖くて。そう、保険だとあんまりしないんですよね。保険だと局所麻酔っていうものが取れないのでどうしても。はい。いや、本当怖くなかった。やばい。よかったです。次回もで、ここの部分ですね、歯と歯茎
きのこう境目のとこ結構今真っ赤になっていて、血が出てるところっていうのは先ほど先生がね汚れの方を取ってくれたんですけれども、そこは比較的汚れがついてきてしまっていて、歯茎が炎症が起きてしまっている状態になります。決して歯茎をね切ったりとか傷つけたわけじゃなくって、汚れによってこうやって炎症というのは起きてしまう。これが歯肉炎っていう状態ですね。これがどんどんひどくなっちゃうと、どうしても歯を支えている歯茎の中の骨が溶けてっちゃって汚れがねいっぱいついてしまっていると、それで歯を支えているものがどんどん歯茎の中でなくなっていっちゃうと揺れてくるのが歯周病になります。どう防いでいくかっていうと、歯ブラシですね、しっかり毛がね広がってないやつを選んでもらって、どのぐらい同じものを使ってます？歯ブラシ3ヶ月。一応交換時期は菌とかも含めて、広がりとかの状態も含めて1ヶ月に1回をめどに変えていただけると、汚れの除去率っていうのは下がらずに磨き続けられるかなと思うので、1ヶ月に1回は変えてあげてください。なので今日よかったら帰りに、もう早速歯ブラシは変えてもらって、で当て方としては前歯がちょっと分かりやすいかなと思いますので、もちろん歯の表面もすごく大事なんですけれども、しっかり根元の方にも当ててあげて、大きく動かしちゃうと全然汚れて取れなくって、もう歯と歯茎の境目のところにもしっかり当たるように小刻み、もう本当に細かく優しく磨いてあげると、初めちょっとチクチクはするとね思うんですけれども、これでちょっとじんわり血が出てくるんですが、これはもう悪い血なので出し切るイメージで、歯と歯茎の境目もしっかり狙ってあげて、歯の表面も大切なので歯の表面も細かく磨きます。下の前歯のところとかはもう皆様同じで汚れすごいつきやすいので、ここのところは重点的に細かく当てて磨いてあげます。ベロ側に関しては歯ブラシ横に当てちゃうと全然歯の表面も根元にも当たらないので、1本ずつ細かく磨いて、結構根元当たってるなって感じしますよね。ここまで当てないと汚れ取れないので、しっかり角度つけて当ててあげるっていうのと、やっぱり鏡を見て当たってるかなって確認しながら磨くのが一番ね効率的にはいいかなと思います。ってやってみましょうか。下の前歯の一番です。完璧です。そうで、細かく磨き終わったなと思ったら少しずらして細かく磨く。強く磨いちゃうと歯茎下がっちゃったりとか、別の意味で傷ついちゃったりっていう原因になったりもするので、細かい動かし方が完璧です。今までね無意識だと結構もうガッガッガッってね磨いちゃったりとかするかなと思うんですけど、下の歯で言っても上の歯で言っても、奥歯に関しては噛む面とほっぺた側ベロ側3面、で下の前歯の方も上の前歯の方も表側裏側って2面ありますので、磨く順番をご自身で決めてもらって、順序を決めていくとどこが磨いてないっけっていうのもなくなってくるかなと思うので、でも1週間ぐらいもう本当に細かく磨いてやっていくと、この出血収まって歯茎の腫れもすごい落ち着くと思うので、ちょっと頑張っていきましょう。ごめんなさいね、よかったらお口ゆすいでください。歯間ブラシとかやったことありますか？なんか歯間ブラシをすると、特に前歯なんですけど、すごくしみったっていうか痛かったので、汚れがついてたところ、歯茎を当てるとね痛かったりする原因になっちゃったりするんですけど、無理に入らないところは入れなくていいと思うんですけど、こういった隙間とか根元の方が太めのもの入れちゃうと痛いので、これのサイズくらいで根元をこうしっかり磨いてあげる。でいろんな角度に歯間ブラシを当ててあげてやると、ちょっと血はね出ちゃうんですけど、今痛みます？大丈夫ですか？このサイズでいいかもしれない。本当です。細めのサイズを買ってあげた方が痛みとか気にせずに細かく動かせるかなと思いますので、頑張っていただきました。本日はお疲れ様です。